さんこんにちは、ペルルのローリーです。今回は接ぎ木のお話です。接ぎ木っていうのは種類の異なる2種類のブドウの枝をくっつける作業なんですけれども、今回の動画では私のところではどういう風に接ぎ木しているのかっていうのをご覧いただいたり、あとはなぜ接ぎ木をする必要があるのかっていうようなこともお伝えしようと思います。で、最後にですね、うちみたいに一人親の家庭で、日々の畑作業がある中で接ぎ木もやらなきゃいけないっていう風になると、どういうところが大変なのかっていうようなリアルな部分も皆さんにシェアさせていただこうと思います。チャンネル登録、いいねボタン、あとはコメント欄にスタンプとかもぜひお願いします。というわけでまずは、以前ショート動画で投稿させていただいたんですけれども、接ぎ木作業の基本的な部分からご覧いただければと思います。どうぞ。接ぎ木ってどうやるの？まずは土台となる台木を畑から取ってくるよ。次にシャルドネとかメルローのようにワインの味を決めるホギを取ってくるよ。ホギは短く5センチぐらいに切って、長い台木は25センチくらいにカット。根っこが生えるように芽は削ぎ落とすよ。ホギと台木をつなげた時箱に入るようにね。一晩水に浸して柔らかくするよ。まずはホギを直近、次に台木も。この機械を使えばパズルのピースみたいな形に切って継ぐことができるよ。継ぎ目が乾燥しないようにロー付けしたら、育苗箱に土と継いだ枝を交互に重ねて、これで完成っていうのが接ぎ木のやり方なのですが、そもそもなぜ接ぎ木が必要なのかというと、そこに関係しているのがフィロキセラというブドウの木に寄生する虫の存在です。フィロキセラはアブラムシに近いと言われており、非常に小さく複雑な生態を持っています。フィロキセラの中には土の中で根に寄生してブドウの栄養を吸収するタイプと葉っぱに寄生するタイプがあります。今回接ぎ木に関係しているのがこの根に寄生するタイプ。シャルドネやメルローなどヨーロッパ系のブドウ品種と呼ばれるものについては、フィロキセラは根っこに対して悪さをすることが多く、これがブドウの木の存続に大きな被害を与える可能性があります。フィロキセラは若い根っこを狙って口の針を刺してそこから栄養を吸収するのですが、刺された箇所の周辺は組織構造が変化してしまい、ブドウの木が成長するにつれて小さなコブができてしまいます。その結果、根の機能に不具合が生じ、うまく水や栄養を土から吸収できなくなって、その木は徐々に弱っていって枯れていきます。フィロキセラが大きな問題となったのは1860年代のフランス。フィロキセラのついた苗木がアメリカからフランスに流入すると、フランスではフィロキセラが蔓延して次々とブドウの木が枯れていきました。なんとかしてフィロキセラがブドウの根に寄生しないようにするにはどうしたらいいかってなった時に、もともとアメリカにあったブドウの木はフィロキセラがいても問題はなかったんですよね。アメリカ系のブドウ品種の根っこであればフィロキセラに耐性があるので、それならば根っこのある台木の部分はアメリカ系品種に、その上にシャルドネやメルローなどヨーロッパ系品種を継げばいいんじゃないのかってなって、接ぎ木という手法が採用されるようになりました。雨が降ってても急いでれば剪定作業とかやっちゃう時はあるんですけれども、あまり雨の中剪定するとその切った傷口に病気が感染してしまうってこともあるので、接ぎ木作業もまだ終わってないので、今日はホギと台木の切り出しをやっていきたいと思います。I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, cause I'm gonna dance like nobody's watching me.この台木は虫にやられてもう完全に枯れちゃった。接ぎ木の難しいところって加温開始してからの加温管理と思うんですけど、台木がもう枯れちゃったってなると、なんか戦う前から負けたみたいな気持ちになっちゃいますね。まあでもめげずに増やしていくしかないです。
接ぎ木の成功率を上げるには穂木と台木の形成層と呼ばれる部分を合わせないといけません。そのため必ずしも見た目の大きさや形が合っていればいいというわけではないのですが、形成層は一部でも合っていればつながる可能性はあります。機械を使って大量についていくので、まずは見た目が近いものを合わせていきます。まいちゃん、それでお買い物行くんですか？ごちゃごちゃしてるね。食べちゃった。ママの分のリンゴも食べちゃった。ラスト1箱。Beautiful baby, soft and bright, you're my sunshine, my pure light. In my arms, so small, so sweet. Feel my love in every beat. You know I love you so. Like the river's gentle flow. Hold my hand, don't let go. Through the highs and through the low. Golden dreams and skies so white. I'll be always by your side. Through the はい、という感じでした。春が始まってもう畑もスイッチオンになってきたので、仕事と娘といる時間とどうやって両立させようかなっていう風にもうずっと悩んでるんですけど、ちっちゃいうちは子供と一緒に長い時間いるのが大事だよっていう考え方もあったり、時間よりは密度の濃い時間を過ごすことが大事だよっていう考え方もあったりするんですけれども、当たり前なんですけど、できることしかできないんですよね。この正解がない感じっていうのは本当畑と同じで、
できることを全力でやって、何か不具合があったらその都度対処していくみたいなことしかできないのかなっていうふうに思ってます。はい、という感じで、今回は、接ぎ木の話とママビニューロンとしての悩みのお話を共有させていただきました。こういう配信もいいねって思っていただいた方はぜひ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。